今回は、ザ・バックルームズエンディングスイベントを紹介していくよ。その姿でのエンディング紹介は久々。今回は、モルデケイさんの、ザ・バックルームズエンディングスイベント、ボリューム4、ダークセオリー、を紹介していくよ。サブタイトルがめちゃくちゃかっけー。今回のエンディング集はストーリー性があるらしくて、プロローグっぽいのもあったから紹介するね。すげー本格的。私の後をつけていたのか。前に君を見たことがある。荒野やパーティ会場、そして黄昏時の行動で。危険だから来てほしくない。お別れが怖い。このランプは、かすかにざわめいている。バックルームズに散らばった古いテレビを思い出させ、私を慰めてくれる。出口を見つけたくないなんてことは思わない。バックルームズに入る前の自分を思い出したい。自分の前も言えないじゃないか。わかるかい？君の家族は？ベッドのシーツの色は？窓の外には何があった？部屋は私を嘲笑う。偽りの記憶を与えてくる。時々、自分の過去の人生を知っているような気がし、それも欺瞞だと感じる。私は自分が誰であったかを探すために進むだけで、出口を探すことはリスクに値しないからだ。君が望むなら、一緒に来てもいい。でも、これは私の旅。君のものではない。ルビーブルーと呼んでくれ。前回までのあらすじを彷彿させる内容だったな。それじゃ本編行ってみよう。ソローエンディング、訳すと悲しみの結末。すごいかっこいいタイトル。エンディング説明文には、君は以前にもここに来たことがある、バックルームズではなく前の人生で、その記憶は息を飲み、目を潤ませ、致命的な悲しみを呼び覚ます。初めて自分が何者であったかを思い出し、傷つく、と書かれているんだ。よく見たらこれ日本の駅じゃねえか。お次はこちら。ホワイトノイズ。あれ？これどっかで。イベント説明文には、私を虚空に開けてくれ。乾いたペンキは透けて見える。原子を思わせる。覗かせてくれ、堕落した光景を。君はホワイトノイズ、と書かれているんだ。何言ってるか全然わかんねえ。お次はこちら。トラウマ。全然そんな雰囲気しないが。イベント説明文には、この廃墟と化したショッピングモールのレベルを歩いていると、過去に行ったことのあるレベルに通じる裂け目を見つける。一人で泣きながら座っていた時の暗い記憶が、君の心を奈落の底へと沈めていく。しかし、君はまだここにいる。安全で、生きていて、戻らないという選択肢がある。と書かれているんだ。それでトラウマか。お次はこちら。フォーゴットンエンディング。忘れ去られたエンドか。エンディング説明文には、君は過去に出会った生存者に再び会った。彼は君を覚えている。君は荒野で唯一の街灯のそばで抱き合い、お互いの体温を分かち合う。このことを大切にし、決して忘れないと誓う。と書かれているんだ。めちゃくちゃいい話じゃねえか。お次はこちら。デリーリゼーションエンディング。訳すと非現実化エンディング。どういうこと？エンディング説明文には、と書かれているんだ。肉がぶっ壊れたのかと思った。お次はこちら。じゃあモンスターズにヤバい。訳すと近くにモンスターがいる。ただの警告文じゃねえか。イベント説明文には、眠れないが、危険はない。日が暮れるまで待つのだ。背の高い草が優しく、愛おしく、そんな厳かな抱擁で君を撫でる。君はこの野原を延々と歩き続ける。と書かれているんだ。モンスター要素どこ行った？お次はこちら。グッドフォーチュンエンディング。全然幸運要素なさそうなんだが。エンディング説明文には、このレベルは廃墟と化した遊園地だが、ジェットコースターはまだ動いている。君は一人でそれに乗るが、そのスリルは君を過去の人生へと連れ戻す。君は無頓着で、自由で、愛されていた。君は永遠にこのレベルから抜け出せないが、喜びを味わうために自分で選んだのだ。と書かれているんだ。完全に今の人生棒に振ったじゃねえか。お次はこちら。ニョソキス。訳すと忘れなぐさ。カーペットかと思ったらこれ花か。イベント説明文には、ふと、ある記憶が頭をよぎる。君はよく庭に寝転がって大空を眺めていた。花びらを一枚一枚摘んだ。空は君を見捨てたのだろうか？花は君を恋しがっているのだろうか？と書かれているんだ。すごい素敵。お次はこちら。バケーションイベント。全然楽しそうな雰囲気じゃねえな。イベント説明文には、なぜ君はこのレベルに留まることができないんだ？どこまでも続くビーチだ。みんなのためのレースだってある。ここにいてもいいだろ？なあ。
と書かれているんだ。こいつには何がどう見えているんだ。お次はこちら。ピンクライトイベント。例の物でも栽培してるのか？イベント説明文には、このレベルでは服装は重要だ。気品とセンスが求められる。この辺りでは、上ではなく、欲望を刺激する。それを与え、鍛え、奉仕し、渇望させるのだ。と書かれているんだ。白い防護服が似合いそう。お次はこちら。トーメント。すごく不気味な空間だな。イベント説明文には、絶望がバックルームズ全体を覆っている。このような悲惨な状況下で、君は現実のように感じる腐敗したビジョンを持っている。過去の人生の場所が見える。絶望が終わるまでは、この幻覚に耐えなければならない。幸運を祈る。と書かれているんだ。トラウマ級の絶望に遭遇しそうだな。お次はこちら。ブルーエンディング。ここで正規ルートかよ。エンディング説明文には、君は荒野の中心地に到達した。この家はとても小さいが、居心地がいい。この家は一人のためのもので、君がその人物だ。ドアの向こうには、ベッド、温かい食べ物、そして静寂が待っている。君は最後にもう一度荒野を見て、涙を流す。旅は終わった。と書かれているんだ。今までのエンディングの中ですげえまとも。お次はこちら。Don't look behind。後ろを向くな？イベント説明文には、彼女の居場所はわからない。と書かれているんだ。無女のもなおさら超怖い。お次はこちら。シスターロケーション。まさか、さっきの続き？イベント説明文には、時には、より安全で、より晴れやかで、より良いレベルに導いてくれる扉を見つけることもある。この扉を開けて、チームを置き去りにするのだ。ベリーの味は酸っぱくて鮮やかで、湿った土の匂いはこの記憶を永遠に定着させる。トラウマの扉には双子がいる、君と同じように、と書かれているんだ。どういう状況？お次はこちら。ウォールイベント。壁のイベント？イベント説明文には、すべてのドアが消えた。周囲には壁しかない。しかし、そのドアは以前に行ったことのあるレベルへの入り口だ。賢明な判断を、と書かれているんだ。どうすればいいんだ？お次はこちら。バッドフォーチュンエンディング。あれ？さっきのグッドフォーチュンの逆？エンディング説明文には、このレベルは今、絶望に満ちている。以前は、乗り心地とカオスを楽しんでいたのを覚えているだろう。今は金属がきしみ、ひびが入る。ジェットコースターに乗っている人たちの悲鳴が聞こえる。彼らは恐れている、とても恐れている、と書かれているんだ。もしかして、これってレベル999のジェットコースターか？お次はこちら。This beach is closed。閉鎖されたビーチ？イベント説明文には、このビーチは呪われている。かつては浅瀬で泳ぎ、波と共に漂ったものだ。足に冷たい水が恋しい。彼女が君の名前を呼ぶのが聞こえる。彼女は警告している、と書かれているんだ。何この呪いシリーズ？お次はこちら。シアターエンディング。ここじゃね？エンディング説明文には、このレベルは呪われている。上映中、君はよく寝ていたね。テレビと同じように、心地よい音楽が流れるスクリーンは眠りを誘い、心を落ち着かせてくれる。このレベルにいる全ての延期では、この部屋にいる君を見ることができることを覚えているだろうか？奴らはここにいる、と書かれているんだ。まさか、ここじゃないよな。お次はこちら。プールイベント。ここってレベル37か？イベント説明文には、ザ・プールルームズ。聞いたことがあるだろう。ここがその入り口かもしれない。しかし、この濁った水の下には何があるのだろう？下を見ても、歪んだ醜い自分の姿しか見えない、と書かれているんだ。なんかレベル37っていうよりサブレベルみたいな似たような空間に行きそう。お次はこちら。シャローエンディング。さっきの続きかな？エンディング説明文には、現在、プールは閉鎖されています。ご迷惑をおかけして申し訳ございません、と書かれているんだ。エンディングっぽくないエンディングだな。お次はこちら。ホワイトナックルズ。ここは、ラグビー場？イベント説明文には、もう過去の人生は捨てよう。失ったものにしがみついていると、自分を傷つけることになる。永遠に、と書かれているんだ。めちゃくちゃ前向きな姿勢だな。お次はこちら。ナイト。夜だけでイベントあるのか。イベント説明文には、夜がいつ来るかなんて誰も聞かない。この世を去る時が来るのだろうか、と、未来世界論が君を眠りに誘う、と書かれているんだ。小難しい話は苦手。お次はこちら。カラーセオリー。色の理論。イベント説明文には、色合い、陰影、色相、パレット。それら全てが色に意味を与えている。君はずっと色に導かれてきたのだ、ルビーブルー。他の生存者は色盲なのかもしれない、と書かれているんだ。理論っていうより持論だよな。お次はこちら。レムナントエンディング。彫刻が見つめ合ってる？エンディング説明文には、
今日に至るまで、これらの彫像がなぜ作られたのか、誰によって作られたのかは誰も知らない。わかっているのは、その天才的なデザインによって、たちが毎年その不思議な曲に合わせて移動しているということだけである、と書かれているんだ。年単位で動くのかよ。お次はこちら。パラソンニア、訳すと睡眠時異常行動。いびきとか歯ぎしりとかそんな感じか？イベント説明文には、その機械の音はテレビを彷彿とさせる。その子守歌が君を守ってくれる。隅に座って、過ぎ去った日々に思いを馳せる。絶望に泣きながら、体を前後に揺らす。と書かれているんだ。悪夢じゃねえか。お次はこちら。ライフフォーサケンエンディング。訳すと人生を捨てた結末。これはバッド系のエンドっぽいな。エンディング説明文には、このレベルは君を愚弄する。家の中には人がいる。彼らは知らない言語で話し、笑い、歌う。これは、仕事を少し遅刻しすぎた時、バスに乗り遅れた時、あるいはバス代を払うお金がなかった時の毎日の通勤のようだ。歩くという選択肢もあったが、今はそれしかない。と書かれているんだ。嫌な過去を思い出しそう。お次はこちら。ケイオスセオリー。これってカオス理論っていう有名なやつか？イベント説明文には、このような存在がバックルームズを徘徊するのは、断罪の時だけである。彼らは君の過去の人生の声と唱和する。彼らは君の名前を呼ぶ。と書かれているんだ。こいつはエンティティなのか？お次はこちら。コンデムネーションリフテッド。訳すと呪いの解放。今まで出てきた呪いがなくなるのか？イベント説明文には、君は生き残った。運が良かった。ルビーブルー、君は過去の人生を知りすぎている。バックルームズから逃れたい、その命にしがみつきたいという君の願望は、必然的に断罪を呼び戻すことになる。諦めろ、と書かれているんだ。欲望があることで呪いを呼んでいる感じなのか？お次はこちら。ダークセオリー。どういうこと？イベント説明文には、君がルビーブルーだ、と書かれているんだ。まさか、これが最初に繋がるとか？ということで、今回はここまで。今回のザ・バックルームズエンディングスイベントは、めちゃくちゃ種類が多くて内容も濃かったけど、どれも完成度が高くて面白かったな。シアターエンディングは、ちょっと私もドキッとしたね。まあ、あくまで創作だからここであのエンディングを迎えるなんてないよな。